みんなの夢アワード2010、次の夢はこの方に語っていただきます。この日は都心の公園に出かけた。必需品はカメラと黒板。道行く人を捕まえては悩みを聞いて歩く。赤ちゃんが食べちゃうタバコのポイ野口亮太29歳。夢は世界を一つにつなぐこと。この日一人目の悩み、これを写真に収めて自分のホームページにアップする。野口のホームページ、ひとつな。その内容がこんな感じ。幸せすぎます、どうしましょうという悩みに他人が答える。分けてあげたら。本気とも取れない悩みに見ず知らずの他人が答えを出す。なんとも優しい空気が漂うホームページだ。こんな答えがっていうのが結構やっててハッとさせられることもあるし、やっぱり自分の予想を超えた時が聞いてて面白いっていうのは、言葉の問題で仕事を続けるかどうか、会社を辞めるかどうか迷っているという悩みにカップルが答える。ネバギバ他人の悩みで人の優しさを聞き出す男。ありがとうございます。このやりとりが世界をつなぐと信じている。はじめまして、野口亮太と言います。お悩み相談リレーひとつなというウェブサイトを運営しています。勘の良い方は失礼しました。お悩み相談リレーという名前だけでひとつながどういうウェブサイトかお分かりになったかもしれません。まず最初の人が悩み相談を投げかけます。すると次の人はそれに答え、また次の人に悩み相談を投げかけます。答えて相談して答えて相談して、このリレーの様子を写真に収めウェブサイトに掲載しています。今日現在掲載の8割ほどは僕が外で道行く人に声をかけ撮らせていただいた写真です。僕の夢はこのお悩み相談リレーを世界中に広めていくことです。僕がこのお悩み相談リレーを始めて1年ちょっと経ちました。まずはなぜこのお悩み相談リレーを始めたかについてお話ししたいと思います。このお悩み相談リレー、最初はひとつなではなくこどつなという名前で活動していました。こどつな、聞き慣れない言葉だと思いますが、孤独とつながりという2つの言葉を組み合わせて作った造語です。孤独とつながりというテーマですが、僕のちょっとした経験がきっかけになっています。もう数年前になりますが、信用していた友人に裏切られ、それが原因で借金を背負い自己破産を経験しました。その時僕は人間不信に陥り、いろんな人を疑ってしまい、常に心が休まりませんでした。そして将来に対する不安も相まって、社会の中で強い孤独を感じました。結局人は誰もが一人きり、そういうことをよく考えていました。しかしそういう時につながりの大切さにも触れられました。誰かのちょっとした優しさ、友人の何気ない気遣い、今まで当たり前と見過ごしていたことを見つめ直す機会にもなりました。孤独を知ったからこそつながりに気がつける、つながりを知っているからこそ孤独を感じられる。皆さんもそういった経験があるのではないでしょうか。大なり小なり誰もが悩みを抱えていると思います。その悩みをたまには名前も知らない誰かに投げかけて明るく答えてもらおう。そうやって悩み相談を人から人につないでいくお悩み相談リレーのアイデアを思いつきました。これが最初のきっかけです。実際に
このお悩み相談リレーの活動を始めてみて、まず驚いたのが、参加してくれた人たちが僕の予想をはるかに超えて、このお悩み相談リレーを心から楽しんでくれたことです。さらにウェブサイトを見た人たちからこんなメッセージをいただきましたので、ここで紹介させていただきます。ユーモアのある回答で、悩んでいたことが吹き飛びました。知らない人同士なのにみんなつながっている。それを見てたらとても温かい気持ちになりました。もしかしたら世界平和のきっかけになるんじゃないかと思います。そういったメッセージをいただき、この活動が誰かの役に立っているという実感を得たことで、僕の中である思いが生まれました。それはこのお悩み相談リレーを日本中、世界中に広めていきたいという強い思いです。そしてよりたくさんの人たちに楽しんでもらえるよう、人と人がつながるという楽しさにフォーカスし、こどつなからひとつなという名前に変え、今年の10月ウェブサイトをリニューアルしました。リニューアル後、タイミングよくこの夢アードの企画を知り、皆さんにお悩み相談リレーを紹介できる機会をいただき、今まさにこの瞬間につながっています。それではお悩み相談リレーに秘められたワクワクするようなビジョンを3つ皆さんと共有したいと思います。まず1つ目がこのビジョンです。ここに5歳の女の子がいます。彼女がひとつなに参加してくれました。そして彼女は誰かに悩みを投げかけます。その悩みに誰が答えてくれるのか分かりません。答えてくれるのは一体誰でしょう。それはこの人、世界的スーパースターレディー・ガガ。なぜレディー・ガガと思われるかもしれません。実はこれ、僕が夢の中で見たビジョンです。目が覚めてからも興奮が冷めませんでした。これが実現できたら、年代、国、肩書きを超えて人と人がつながるということを表現できるからです。世界中に向けて大きなサプライズにもなると思います。2つ目のビジョンはこれです。宇宙からの悩みに深海から答える。人類が行ける最も高いところと最も深いところ、場所や空間を超えて人と人がつながるお悩み相談リレー。お悩み相談リレーの内容も未知数。こんな人類初の試みに見ている人たちもきっと楽しめると思います。そして3つ目、最後はこのビジョンです。ここは西暦2110年の地球。つまり今から100年後もずっとお悩み相談リレーは続いていきます。そしてこの子は最初に登場した5歳の女の子のひ孫さんです。世代や時代を超えて人と人がつながっていくお悩み相談リレー。西暦2110年の地球でこの子は誰に何て悩みを投げかけているんでしょうか。また西暦2110年の人たちは100年前のお悩み相談リレー、つまり今現在のお悩み相談リレーを見てどんな思いを抱くのでしょうか。この3つのビジョン以外にも一つ名に秘められた可能性は無限大だと思います。お悩み相談リレーが世界中に広まり、世界中の人たちが思い思いに一つ名を使って表現を楽しんだらものすごく面白いと思います。一つ名が世界中に広まると一体どうなるのか。この世界にはまだ戦争に代表されるような人と人との争いが絶えません。その根底にあるのはお互いの違いを受け入れられないことにあると僕は考えています。一つ名の描く未来には人種の違い、思想の違い、文化の違い、そういったあらゆる違いを超えたところで人と人がつながるという壮大な可能性を秘めています。一人一人違うけどみんなどこかでつながっている。この思いを世界中で共有できたとき、この世界から争いがなくなると僕はそう強く信じています。それでは最後に
今回の夢アードを通じてある方からメッセージをいただきましたので、ここで紹介いたします。サイトを見ていると温かくて涙が出てきました。今の時代に絶対に必要なものだと実感しました。僕はこのメッセージを見て、一つ名を世の中に広めていくことの意味を改めて感じました。人と人のつながりが薄くなった今の時代だからこそ、一つ名のようなウェブサイトが求められていると僕は確信しています。ご清聴ありがとうございました。野口さん、ありがとうございました。ありがとうございます。もうお話を聞いていたりとか、この一つ名のウェブサイトを見ますとね、もうかなり完成度も高くて、じわじわと広がってきている感じがするんですけれども、はい、実際にもし賞を今回受賞されましたら、どんなサポートを受けていきたいですか？この活動を日本中や世界中に広めていくためには、僕一人では取れない場所とか取れない人とかっていうのがいると思いますので、広めていくための運営のチーム、組織づくりに協力していただけたらと考えています。はい、賞を取るにせよ取らないにせよ、もうぜひね、少しずつそのつながりを増やして、笑顔を増やしていっていただきたいなというふうに思いましたけれども、はい、ありがとうございます。審査員の方はいかがだったでしょうか？白石さん、お願いできますか？はい、野口亮太さん、とても素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。イラストもとても可愛くて、あれはどなたがお描きになったんですか？友人が描いてくれました。はい、ご友人に裏切られた辛い経験をお持ちで、皆さんの前でお話をされにくかったかもしれませんけれども、今日こうしてきちんとお話をされたということは、野口さんご自身がすでにその辛さをもう乗り越えられてきたのかもしれないと思いました。で、一つこのお悩み相談リレー、人はいろんなことで悩んでいく。お金のことや恋愛のこと、人間関係のこと、人から見れば小さな悩みかもしれないけれども、悩んでいる時は本当に苦しくて辛いもんだと思うんですね。で、心配をかけたくない友人や両親に心配をかけたくないからこそ、逆に言えないという悩みもあるんではないかと思います。だからこそ一人で悩み苦しんでいくものではないかと思います。で、知らない人がこれお答えになることでですね、距離を置いて少し冷静になって見ることもできるんではないかと思いますし、今プレゼンテーションの中にあった世代を超えて物事を見ることで、自分が経験したことを若い人たちにメッセージとして伝えていくこともできるのかもしれません。で、知らない人が答えることでですね、全く昨日までつながりのなかった人たちが自分を励ましてくれるんだということや、応援をしてくれてるんだという気づきを悩んでいる人はですね、得ることができると思いますし、逆に励ましになっていく、励まされることもあるかもしれません。で、これからの計画としてはですね、一人一人は違うけれども、みんなどこかでつながっているという、世界を超えて世代を超えて壮大な計画をお持ちだと思うんですね。で、今日本語で入力しても、それがいろんな言語に翻訳されるような技術を使えばですね、世界同時進行でいろんな言語によって世界からメッセージが返ってくることもある。そういうことによってやっぱ世界中の相互理解が進むわけですよね。で、小さい頃からこういうことをやっていればですね、やっぱり価値観とかいろんな利害とかそういうものを超えて、みんなでつながっていくことができるんではないかなという思いで、聞いておりました。さらに、ご発展されることをお祈りしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。